さあ、圭介さん、今日は怪談ということで、圭介さん来ていただいてますけども。そうですね。はい。僕ら、さっき言ったように、怪談朗読してるんで、プロの怪談師みたいな風に喋れないんですけど、もうちょっとお手柔らかに聞いていただけたらなと思っております。ぜひお願いいたします。よろしくお願いします。で、さっきもおっしゃったんですけど、僕ら結構リスナーの方から投稿していただく話が多いんですけど、その中で僕がちょっと一番衝撃を受けたなっていうお話を今日披露させてもらおうかなと思うんですけど。ありがとうございます。はい。これはとあるリスナーの方から送られてきた話なんですよ。で、その方が言うには山形県に住む T さんのお話らしいんですけど、その T さんっていう方は今40歳ぐらいの方で男性の方なんですけど、その方が今から10年以上前の話になるんですよ。で、T 君、山形にあるキャバクラみたいなお店でボーイさんとして働いてたらしいんですけど、結構忙しくしてて、当時、奥さんと、あと幼い娘さんと3人暮らしで暮らしてたんですけど、養うために頑張って一生懸命働いてたんですよ。で、だんだん成績も良くなってって、そこのお店のマネージャーを務めることになるんですよ。で、売り上げも良くなって収益もいいから、うまいこと養っていけるなって思ってる反面、やっぱ夜のお仕事なんで、この昼夜逆転しちゃって、家族との時間があんま取れなくて。そうですね。そうで、だんだん、自分でも気づいてるんですけど、その奥さんとの溝みたいなのが深まってる状態だったんですって。ただ、仕事を辞めることもできないんで、それでもとりあえず頑張って働こうっていうことで一生懸命働いてたんですよ。で、そこからちょっと経った時に、急に T 君働いて仕事から戻ったら、奥さんと娘さんいなくなってるんですって。もう黙って蒸発していなくなっちゃったんですよ。そっから連絡の取りようもなくて、なんとか知り合いにから伝ってってやるんですけど、みんな行き当たらなくて、そのまま連絡取れないままになっちゃったと。はい。で、探したいんだけど、仕事もしないといけないから、立場上休めないし。辛いですね。そう、っていうので、忘れるでもないですけど、無理して働いてたんですって。で、いつか帰ってくるだろうなんて思いながら、結構月日が経って、ある日、家に一通の封筒が届くんですよ。はい。それ開けたら、その奥さんからの手紙なんですけど、中開けると離婚届が入ってるんですよ。でも全部記入し終わってて、あとは自分が記入して提出するだけの状態のものが届いて、ちょっとどこにいるかは分かんないんだけど、安否が分かっただけで T さんはちょっと安心したんですって。でも向こうの覚悟も分かったから、自分も覚悟を決めようってことで、記入して提出して離婚届が受理されたらしいんですよ。はい。で、T さんはちょっと悩みながらも立ち直ろうと思って、そこからまた仕事に没頭していくんですよ。で、そこから月日は流れて、その年の12月になるんですけど、12月ってそういうお店結構忙しくなるんですよね。クリスマスっていうイベントがあったりだとか、あとは年末年始で結構忙しくなるので。会社がね、忘年会行ったと、じゃあそういう店行こうかみたいなお客さんも多いですよね。そうなんです、そうなんです。だから、そのために新しいキャストの女の子を雇ったりだとか、でその子を、仕事を教えたりだとかっていう仕事も増えるので、いつもより忙しくなるんですって。で、その忙しさのおかげで、ちょっと寂しさみたいなのも忘れながら働けてたんですって。で、結局、月日が経って、クリスマス当日に、クリスマスイベントがあるんですけど、そのお店のイベント、じゃあみんなで頑張ろうねって言って、忙しくなるのも分かってるから、T 君は先にいろんな準備をしてたんですって。開店準備を。そしたら、その新しくキャストになった女の子の中の一人が、T さんって声かけてくるんですよ。で、どうしたって聞き返したら、最近体調とか大丈夫ですかって聞いてくるんですよ。で、なんか T 君は、ちょっと最近忙しかったのが、じゃあ表情に出ちゃって、なんか気使わせちゃったかなと思って。申し訳ないなって思いながら、全然忙しいのはいつもだから、もう全然大丈夫だよって言うんですけど、そのキャストの子が、いや、実は私、霊感あるんですよって言ってくるんですって。で、どうしたのって言ったら、なんか、T さんの後ろに、ちっちゃい赤ちゃんの男の子がついてるのが見えるんです。最近急についたから大丈夫かなと思って、みたいなことを言ってくるんですよ。で、T さん、怖ってなって。でも俺霊感とかないから分かんないし、全然疲れてないから、多分大丈夫だと思うけどね、って言って、その場は話を流して営業が始まるんですよ。で気にはなってるけど、とりあえず忙しいからそっち仕事に熱中してやってて。で、その日の仕事が終わる頃に、
常連の方がその日お客さんで来てて、はい。その常連の方が T 君って声かけて呼び止めるんですよ。でどうもどうもって言って、その席に行ったら、ちょっとこれ見てって言って、携帯を取り出して、1枚の写真を見せてくるんですよ。うん。その写真っていうのが、このパーティーの佳境になった時に、みんなで集合写真撮ろうって言って、撮った1枚なんですけど、はい。そこの写真を見せられて、どうしたのって言ってたら、この T 君のとこ見てよって言って、バーってアップしてみると、T 君が立ってる後ろから赤ちゃんの顔が覗いてるんですって。で、その赤ちゃんから手が伸びて、T 君の顔をこうやって掴んでるんですって。はい。で、はっきり映ってるから、うわーってなって、怖ーってなって。さっき、キャストの子が言ってた赤ちゃんってこれみたいな。うん。ことで、もう怖い怖いやめてやめてって言って、もう見たくないって言ってその写真をもう消してもらって、そこは何もなく得て終わったらしいんですよ。で、仕事も終わって、そっからちょっと怖かったんですけど、特に何事もなく、普通に仕事をしていくことになるんですね。で、何もなくてそのことも忘れてる時。で、月日も経って次の年ですよね。で、働いてたら、T 君、ちょっと体調崩しちゃって、はい。病を患っちゃって、ちょっと闘病生活になってくんですよ。で、その T 君って方が90キロぐらいある体重だったんですけど、もうごつい体型だったんですけど、痩せちゃって、もう体重も半分まで落ちちゃって。そう、でも、まともに働けない状況になっちゃったんで、もう仕事も辞めて、家も引き払って、実家に帰るってことになって。はい。実家に帰って闘病生活を送るってことになったんですよ。で、実家に帰って闘病生活を送ってたんですけど、そっから7年の月日が経つんですよ。で、その7年後、普通にいつものように通院の準備をしてて、そろそろ出かけようかなって思ってたら、ピンポーンってインターホンになるんですよ。で、バーって見に行ったら、数人の警察官が立ってるんですって。はい。で、なんだろうと思ってるんですけど、その頃ちょうど T 君通院途中にとある喧嘩に巻き込まれたっていうことがあったんで、多分その時の事情聴取だろうなと思って、どうしましたって出たんですよ。そしたらその警察官の方が、T さんですかと。はい、そうです。って言ったら、S さんってご存知ですかって聞いてくるんですよ。その S さんっていうのが、別れた元奥さんなんですよ。はで、はい、元妻です。って言ったら、実はちょっとその T さんのことでお話聞きたくて、署までご同行願えますかっていうことになって、なんだろうって思いながら、そのまま署まで行くんですよ。で、なんかあったんですかって聞いたら、事情聴取みたいなのが始まるんですけど、その時に、実はちょっとこの事件のことなんですけど、この事件わかりますって言われるんですよ。はい。その事件っていうのが、今から7年前に起きた未解決事件なんですけど、はい。山形のとある神社の境内に、生まれたばかりの赤ん坊、男の子が、へその緒がついた状態で死体遺棄されてるっていう事件だったんですよ。で、その犯人も見つからないまま、今まで経ってる事件なんですけど、当時、T さんは、キャバクラとかで働いてたんですけど、そのニュース結構大々的にやってたんで、はい。覚えてますって答えるんですよ。そしたら、その警察の方が、実は、この時見つかった赤ちゃんの DNA と、前の喧嘩で巻き込まれた時に、採取した T さんの DNA が一致してるんですって言うんですよ。T さん、どういうことって頭真っ白になって、わけわかんないってなってたんですよ。で、そのことがあって、実は S さんにも今ご同行してもらって、取り調べを受けてる状態だと。だから T さんの方からもちょっと話聞きたくてっていうことだったんで、はい。自分は本当に何のことかわかんないと。で、奥さんも蒸発してて、どこにいるかもわかんなくてって、こう今まであったことを説明して、で、さらにお店で働いてたママの証言もあって、無実っていうことが証明されたんですよ。で、そのまま無罪放免ってことで釈放されたんですけど、結果的に聞いた話なんですけど、実はその S さん、その T さんと結婚生活してる中ですれ違いがあって、その時に一人の男性と出会って、その方と出てったんですって、娘と一緒に。で、蒸発した先でその3人で暮らしてたんですけど、その時に S さんのお腹に T さんの子供がいることが分かって、その一緒に暮らしてた男の人が逃げちゃったんですって。で、S さんもどうすることもできなくて、一人で悩んで、結局一人で実家で産むことになるんですよ。で、産み落とした結果、近所の人にバレたくないってなって、泣いてる我が子を口を押さえて、殺めちゃったんですって。でその後、どうしていいかわからなくて、近所の神社の境内に死体を遺棄してしまったっていう話だったんですけど。で、S さんはその事件、
犯行を認めたっていうことで逮捕されるっていう風になったんですけど、その T さんが、まさかこのニュースとかで見るようなお話なんで、自分には全く関係ないと思ってたものが、実はこんなに繋がるんだっていうのがすごい怖かったっていう話らしくて、この話を今、この T さんは闘病生活を送りながら、オカルトラジオを聞いて、この文章を書いています。T さんとは私のことですっていう投稿が送られてきたんですよ。そういうお話でした。もう本当に目がっていうか耳が離せない。本当に引き込まれて。そんなことが。そうなんですよ。僕も初めて見たとき、そんなことがあるのって思って。有名な、本当にかわいそうな男の子が亡くなってしまったっていう赤ちゃんが実は自分の息子だったってことなんですよね。で、やっぱりそうなってくると、あの時、キャストの子が言ってた男の子とか、で、クリスマスって言ってるんですけど、その事件があったのもクリスマスぐらいだったんですよ。その7年前の。だから時期も一致してるから、もしかしたらあの時映ってたのとか、取り付いてるって言われてたのは我が子なんじゃないかっていうお話なんですよね。で、しかも自分の顔をぐーっとやってきてたって話ですよね。結構赤ちゃんってね、パパの顔とか、ね、ってこう、生やしてって顔をね、こう触ってくることもあるし、でももしかするとそれ以上に苦しい、助けてっていう手だったのかもしれないし、なんかすごく考えれば考えるほど切なくなってきてしまう話。そうなんですよ。結果でもその罪が、見つかって、その元奥さんは、捕まるわけじゃないですか。はい。その時に娘さんもいるんですよね。はい。でもこの娘さんっていうのが施設に預けられてるみたいで、その時に。で、面会もできない状態なんですって、T さんとは。そうなんですか。そう。だから、娘さんとはそれ以降一回も会ってないらしくて。でも娘さんも自分のね、もう血を分けた娘さんなわけで。そうですね。で、奥さんが今もし、ね、刑務所の中にいるんであれば、やっぱり子供のこと考えちゃいますよね。いや、本当そうなんですよ。ただ、ちょっと、やっぱ送っていただいた方は、やっぱその娘とも会えないし、っていうことでなんか深く聞けなくて。いや、これね、僕もすごい聞きながら、なんか自分に照らし合わせてしまうなっていうところで、やっぱり、仕事をね、している。で、その仕事をする、頑張ることでお金をね、生み出すことが、これも子育てにつながるんだ。家族を養うために、この仕事をしてるんだってこうね、思いながらそれを正義感だと思って頑張ってるんですけど、でもそれによって家族と会う時間がなくなっていってすれ違ってしまったわけですよね。そういうお話ですね。で、奥さんからすると二人のお子さんをっていうところで、ね、一人でどんどん追い詰められてしまったことで、すれ違ってさらに違う方の人にっていうことになってしまったかもしれないっていう。だから、なんかこう、自分もそうなんですけど、一番大事なものって何なんだろうって。いや、本当そうですよね。だって仕事をしてお金を稼いで、それで家族が養っていける、家族が楽しく暮らせるっていう、このゴールのためだったんだったら、本当は仕事よりもこっちの方が大事で、仕事なんかどうでもいいんじゃないかっていう。でも分かんなくなっちゃって、代わりもいないしって言って、結果お金を生み出すために家族との時間がなくなってるって本末転倒なわけですよね。いや、本当そうですよね。でも、お互い必死というか、でもなんか、それで成り立つ形もやっぱあると思うんで、一概にそれが間違ってるとも思わないんですけど。で、さらに皮肉なのがね、でもやっぱり健康がもっと、やっぱあるわけで、結果それだけ家族を犠牲にしてまで頑張ってた仕事なんだけど、自分の健康を崩したらその仕事を辞めることになるわけですよ。そうなんですよ。できなくなるわけですもんね。はい。でも今はまだずっと闘病生活で仕事もできずっていう状態らしくて、で、その時にちょっと質問してみたんですよ。そういう立場になって、やっぱ、この僕もオカルトラジオで、このことを放送で言いたいんですけど、何か補足だったりとか伝えたいこととかってありますかって聞いたら、今未解決って言われてる事件たくさん世の中にはあるんですけど、こういうふうに解決することもあるから皆さん諦めないでほしいっていうのと、悪さをすると絶対に返ってくるから、そういうことはやめてくださいっていうことがまず一つで、もう一つは、実はその事件の時にあるトラウマを抱えてたらしくて、それっていうのが、報道陣の方々が、
まず、その S さんが捕まった時に、夫も容疑者として、聞き込み中みたいな報道をしたんですって。うん。で、その後、無実ってなったんですけど、報道では無実だったっていうことを言ってないんですって。だから、自分を知ってる周りの人だったり、近所の人たちは、あの人も犯罪者なのにっていう目で見られてて、で、喋れる人は説明するから分かってもらえるんですけど、未だに知らない人もいるからっていう。いや、本当にそれってもう大問題ですよね。その今回に限らず、何か間違った報道をしていて、で、これ違いますよ。で、裁判でちゃんと訂正文出してくださいよ。で、分かりましたって言って訂正文出したとしても、大々的に最初報じていた後に、実はすみません、あれ、5人、誤解でしたっていう訂正文ってめちゃめちゃちっちゃくて、そうですよね。結果的に出したって形にはしてるけども、誰の目にも留まってないっていう。そうなんですよ。結果最初の報道のまま誤解してる人が大多数になってるっていうことってめちゃくちゃありますもんね。そうですよね。すっごい腹立たしいですよね。だからそこが一番トラウマだって言ってましたね。その方は。で、やっぱり事件のこととか調べちゃうと記事が出てくるんですけど、そこのブログみたいなののコメントにも、元夫も犯人だろみたいなのがすごい書き込まれてて、で、やっぱ山形の地元の人たちは覚えてる衝撃的な事件だったんで、今でもそういう書き込みがあるっていうので、結構心を病むっていう話はしてたんですけども。いやー、だから本当に僕らもね、発信する側として絶対にここ気をつかないといけないところだし。本当そうですね。よくないですよね。そこね。いや、でも今回、圭介さんお話やっぱお上手で。マジですか？ずっと、そうなんですよね。本当に考えさせられる話でした。ありがとうございます。こちらこそ。